はい、皆さんこんばんは。お疲れ夫婦の癒し旅と申します。今回は岩手県盛岡市にやってきました。さあ、ということで、新年一発目に旅してきたのは岩手県の盛岡市です。早速、雪だるまからのこちらが盛岡駅ですが、いやー、雪がすごかったですね。で、目的としては、盛岡三大麺を1日で食べ尽くそうということで、早速一つ目のお店へ参りましょう。まず一つ目はですね、もう私たちまだ実は食べたことがなかった盛岡冷麺を食べに行きたいと思います。初めてということで、王道定番のお店に行こうということで、こちらへ伺いました。ぴょんぴょん社さんですね。はい、駅からすぐそこでした。何でも盛岡冷麺の御三家の一つとして知られているそうですね。そしてこの店内なんですけれども、めちゃくちゃ広かったんですよ。しかもすごいおしゃれで、最初ちょっとどっかのカフェに間違えて入っちゃったかなと思ったんですけど、間違いなくここでした。しかもいろんなタイプの席があってですね、一人でも家族連れでも来やすいと。私たちはちょっと奥の方にある小上がりの方に案内していただきました。いやー、移動した後にゆっくりできるって本当にありがたいことですよね。改めてこちらが店内ですけども、本当にどっかの美術館かなっていうぐらいおしゃれで広い空間ですよね。さて、じゃあメニューを見ていきましょう。ランチもメニューが豊富で、定番の盛岡冷麺のセットもいろんなビビンバだったりチヂミだったりつけることができて、これもまた迷いました。そしてですね、こちら冷麺と一緒に焼肉も食べられるということで、これはもう魅力的すぎますよね。旅ですから行っちゃいます？まあ、まずは乾杯といきましょう。今回は車での移動がなかったので、もう飲ませていただきます。いやー、旅の始まりはビールに限りますよね。本当に今ナレーションを吹き込みながらですね、もう飲みたくなっちゃうんですけども、はい、そしてやっぱり僕はスペシャルな焼肉とのセットいっちゃいました。いやー、サラダもついててありがとうございます。なかなか旅じゃないとこういうのは食べられませんから、旅の時ぐらい行っちゃいます。そして焼肉と一緒に食べずにはいられないライスも注文しちゃいました。こちらは奥さんが注文した盛岡冷麺とのセット、ミニ石焼きビビンバですね。そして来ました。こちらがぴょんぴょん社さんの盛岡冷麺ですね。いやー、もうなんか美しいですよね。色鮮やかと言いますか。はい、もうキムチだったり卵だったりきゅうりだったり肉だったり梨まで入ってました。本当に具材たっぷりでしたね。そしてこちらが麺ですけども、いやー、もう光り輝いてますね。この麺がまたコシが強くてですね、つるっとした喉越しが最高でした。つる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 、どんだけ食べても飽きない味でしたね。そして昼からの焼肉、ありがとうございます。いやー、見とれてしまいますね。ちょっと見とれてしまって少し焦がしてしまって申し訳ありません。いや、でも美味しそう。そしてビビンバですね。この混ぜてる時が一番楽しいって奥さんも言ってたような気がします。嘘です。いや、でもこれが盛岡冷麺と一緒に食べられるって本当に最高ですよね。そしてこれライスですね。もうこの後も食べる予定があったのでやめとけと言われたんですが、やっぱ頼んでよかったですよ。お肉とライスは最高です。まだ1軒目なんですけどね。うまい。いやー、テンション上がってますね。いや、本当に美味しかったですよ。ただ1軒目からちょっと食べ過ぎ感は否めないですけども、いや、本当に大満足のランチとなりました。いやー、1軒目からさすがに食べ過ぎたので、ちょっとこの後行く店にこのままじゃ行けないので、少し歩くことにしました。ちょっと盛岡を散策しようと思います。いや、盛岡ですが、この橋を渡って街に入っていく感じがなんともいいですよね。この日は雪はあんまり降ってなかったんですけども、足場はもう結構雪が積もってるって感じで、ちょっと雪にあんまり慣れてない僕たちはですね、ちょっとこけそうになりながら歩いてたんですけども、いやー、でもこの景色を見るといいですよね。ちょうど太陽が出てたっていうのもあってですね、すごい綺麗な景色が見れました。そしてなんやかんやですね、10分ぐらい歩きましてですね、
ある人物のちょっとゆかりの場所へと行ってきました。で、その人物っていうのが誰かって話なんですけども、こちらがですね、そのゆかりの場所である材木町ですね。で、はい、ちょっと奥に見えてますけれども、こちらの石像になっている方なんですが、わかりますかね？はい、すいません。佇んでいるとこ、お邪魔します。はい、こちら、宮沢賢治さんの像ですね。宮沢賢治さん。僕とかは小学校の時に国語の授業とかでよく出てたなっていう印象なんですけど、なんでも花巻市の出身らしくて、で、盛岡市にもゆかりがあると。で、ゆかりのある場所が視線の先にありましてですね。はい、そちらがこの高原社さんというですね、なんでも注文の多い料理店を出版した場所なんだそうです。いや、ここだったんですね。では、ここからはですね、そんな高原社さんがある材木町をちょっとご紹介したいと思います。いや、でもほんと雪がすごくてですね、雪かき大変そうだなぁと思いながら撮らせていただいてたんですが、なんとも可愛らしい街でですね、このマップもすごい可愛いんですけども、宮沢賢治さんの世界をモチーフとしたモニュメントがいくつかありました。例えばなんですが、この音座というのは宮沢賢治さんも演奏していたチェロがモチーフとなっていました。で、この伝統のそばに石碑があったんですけども、はい、文字が刻まれてますね。はい、そうです。雨にも負けずがですね、刻まれていました。はい。雨にも負けず、風にも負けずとですね、皆さん覚えてらっしゃいますか？ちょっと僕はもう全部言えるほど覚えてなかったですけども、いやでもこんなにっていうかあったんですね。ちょっともう遠い昔の記憶になってしまいましたが、いやー、ケンジさんの有名な雨にも負けずがですね、刻まれた石碑なんかもありました。で、なんか、はい、こういう詩的なちょっとメッセージのようなものもありましたが、いやー、材木町、ケンジさんのですね、世界がちょっと息吹が感じられるような街でよかったです。これは銀河鉄道の夜かな？いや、こういうのがさりげなくあってですね、なんともおしゃれな街でした。ただちょっとまだお腹が減ってないので、さらに20分ぐらい歩いてですね、別のスポットへと行きました。ちょっとまだ相変わらずなんですが、ちょっと雪に慣れてなくてですね、奥さんなんかはちょっとツルツルしちゃってて、まあ僕も後ろでツルツルしちゃってるんですけど、はい、そんな感じでツルツルしながら、なんとか目的地にたどり着きました。ちょっと見えてた、これは街灯なんですけども、このですね、はい、戻りまして、この赤い建物、レンガで作られたこちらの建物が目的地になります。なんでも赤レンガって呼ばれてるらしいんですが、こちらは岩手銀行赤レンガ館になります。なんでもですね、設計者の方が東京駅を手掛けた方らしくて、なんとなく雰囲気似てますよね。で、撮れなかったんですが、中も見学できてですね、ちょうど寒かったのであったかくて、いや、癒されました。いやー、観光しながらいろいろ歩きまして、約2時間ほど経ちました。まだツルツルしてますけども、はい、なんとなくお腹減ってきたんで、ちょっと3代目、次行っちゃおうと思います。続いてのですね、お店はですね、この趣のある超レトロなこちらのお店になります。その名も白の竜と書いてパイロンさんですね。いや、雰囲気出まくりですよね。で、こちらがですね、盛岡じゃじゃ麺の元祖として知られる有名店らしくてですね。で、はい、メニューなんですけど、で、僕たちもじゃじゃ麺食ったことなくてですね、で、チータンタンとかロース麺とか言われても全然わからなかったんですが、とりあえずじゃじゃ麺を頼もうと。で、食べ方が書いてたんでありがたかったですね。で、はい、こちらがやってきました。じゃじゃ麺です。いやー、これ、何なんだろう一体ってちょっと最初は思っちゃいましたね。で、生姜ときゅうり、紅生姜が乗ってて、で、上に乗ってるのが味噌ですね。で、どうやって食べるかっていうと、はい、これを混ぜて食べると。で、何でもですね、ひき肉、ごま、椎茸など混ぜ込んで、炒め寝かせた秘伝の味噌だと。これ味噌なんだって思いましたね、正直。初めて見るような。で、これを色が変わるまで混ぜて食べると。お好みで混ぜると。で、これ混ぜたんですけども、めっちゃ美味しそうですよね、これ。で、またこれが平打ち麺で、さっきの冷麺とは全然違いますよね。そりゃそうか。で、これニンニクお好み、お酢お好み、ラー油お好みという感じで、好きに食べれるっていうのが、これが嬉しいですよね。
で、僕はですね、ニンニクが好きなんでニンニクを多めに入れました。奥さんは酸っぱいの好きなんでお酢入れてましたね。で、この卵がですね、なぜか卓上にいっぱいあったんですよ。これ何に使うのかなって思ってたんですけど。で、何でもですね、これ一口分ぐらいじゃじゃ麺残して、卵を入れて、混ぜた状態で、店員さんに渡すらしいんですよ。で、それをすると、締めに食べるっていうチータンタンを食べることができると。で、ある程度やったら店員さんに渡して仕上げてくれます。で、これスープみたいなの入れてもらってやってきたのがこれチータンタンなんですけど、安いですよね。50円で食べれるならそれは頼みますよ。で、見た目卵スープなんですけど、全然違ってですね、さっきの味噌とか麺とか、入った状態で、実は店員さんがそばにいていろいろそばでやり方を教えてくれたのでありがたかったんですが、何ですかね、初めて食べるような味だったんです、とにかく。でも美味しくて、また次も食べたいなっていう、そういう味でした。すいません、ちょっと味レポ、食レポになってないんですが。こちらが初代店主さん。写真があったのでちょっと撮らせてもらったんですけど。ちょっと気になる文章が飾ってありました。人もじゃじゃ麺も一度じゃ良さはわからない。伝わらない。確かにそうかもしれないですね。今本当にまた食べたいです。岩手県が生んだスーパースターといえば、僕も大好き、大谷翔平選手。なぜか八百屋さんにほぼ実寸大の大谷さんがいました。そんなことはさておき、またいっぱい食べたので散策へ行こうと思います。赤い立派な鳥居が見えてきましたね。じゃじゃ麺の元祖パイロンさんからは20分ほど歩きました。こちらが盛岡八幡宮さんになります。雪と相まって神秘的な雰囲気が出てますね。こちら300年以上前に建立された大変歴史の深い場所になります。入ってみるとですね、屋台がたくさん並んでいて、僕たちが行ったのがもう1月中旬ぐらいでしたので、あれだったんですけれども、三が日とかは大変賑わったんだろうなと思いましたね。行きたかった。やってたら屋台行きたかったなと思ったんですけど、しょうがない。おっと、じゃじゃ麺がありましたよ。じゃじゃ麺やってたら、でもさすがにこの日はもうお腹いっぱいだったんで行かなかったと思いますけど、たくさん屋台があるっていいですよね。三が日のあの雰囲気大好きです。で、こちらなんですが、今年は馬年ということで、馬と人参、小さな子供のお馬さんもいますね。なんとも可愛らしい3体が並んでいましたけども。で、実はですね、ちょっと1月入って何日か経ってたっていうのは、奥さんがちょっと新年早々ですね、風邪ひいちゃってたんで、1月中旬というですね、ちょっと遅くなりましたが、念願の初詣ということで、こちらでお参りさせていただくことにしました。本当にですね、立派な建物で、神聖な場所で、心が洗われるような気持ちになりました。今年もですね、健康に楽しく暮らしていけたらなというのが、私たち夫婦の願いです。今年もよろしくお願いします。ということで、お参りの方をさせていただきました。で、おみくじも引かせていただいたんですが、奥さんが末吉、そして私はありがたいことに大吉を引かせていただきました。書いていた文章をですね、しっかり頭に入れて心に置いて今年も行きたいと思います。チャンネルの方も今年どうぞよろしくお願いいたします。念願の初詣もできまして、残す盛岡三大麺もあとはわんこそば一つということでですね、ただですね、ちょっとまだお腹いっぱいだったんで、一回ちょっと休憩を挟もうということでカフェに来ております。でもそろそろ行きますかっていろいろちょっと考えてたんですが、すいません。実はですね、ちょっともう奥さんはもう限界を迎えていたようです。僕も正直限界を迎えてたんですが、ちょっと俺だけ残るわということで仕事のある奥さんはバスで先に帰りまして、自分だけ盛岡に残ってもう一日観光させていただくことになりました。今思えばライスとか焼肉と一緒に食ってたあれがちょっと
飛ばしすぎましたね。いやー、何をやってるんだ。ということで、次は私一人で行きます。はい、ということで、私が帰っちゃったので、旦那さんが一人旅に向かいました。すごい雪。わんこそばを食べに行ったかと思ったんですが、ここはラーメン屋さんのようですね。なんかまた予定外のことしてます。めっちゃ美味しそうなんですが、おーい。バスに乗れなかったんでしょうか。そしてなぜか走ってますね。一体何があったんでしょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。